桃代です。こんにちは。今日はね、幸福、真の幸せについてすごく大切なお話をしたいと思います。例えば桃代のチャンネルだとか、私の本とかもそうだし、その桃代という人が一般的なスピリチュアルというか、ちょっと難しめですねっていうようなことを結構言われることがあるのね。その理由ってね、多分だけど、例えばお金がない人がいたら、その人が探すものってお金持ちになれるメソッドだと思うんだよね。スピリチュアルで言うと、金運に恵まれるみたいなことをわーってやってる人がいたとしたら、私お金ないからあの人のところに行ったら、自分もその金運っていうものを手に入れて、自分も豊かに暮らせるんじゃないかって思う。それは当たり前のことだよね。人が求めるそのスピリチュアルなものっていうのは、何か問題があったとしたら、それを解決してくれるものを求めると思うんだよね。子供が登校拒否ですだったら、その登校拒否を直してくれる人、そんな人が世の中にいるなら行きますっていうことだと思う。で、それで言うと、私が話すスピリチュアリティっていうのは、問題をなくしたり解決したりすることを皆さんにお勧めもしなければ、そこに本当の幸せっていうのはないですよっていうのが、私が皆さんによく伝えていることじゃないですか。で、その時点で、その解決方法を探している人からすると、解決されないんだ。じゃあなんか嫌だな、みたいな感じで、通り過ぎていっちゃうと思うんだよね。で、その気持ちはすごくわかるんだけど、本当の幸せっていうのは、例えば仕事場で人間関係がうまくいかない。仕事を辞めた方がいいんだろうか、辞めない方がいい。じゃあ辞めようかっていう風に、状況とか環境を変える。きっと一時的には楽になると思うんだけれど、また別の人間関係の問題っていうのが別の職場で現れるんだよね。じゃあ今度は自営業をしたらいいんじゃないか。もう私は人間関係をうまくやっていくことはできない。自営業だ。みたいな感じで。これってしらみつぶしって感じで、どんどんその状況を永遠に変えていくんだけど、本当の幸せにたどり着かない。こういう人実はすごい多いんだと思うんだよね。どこまで自分はしらみつぶしをすればいいんだろうかみたいな。今日はなぜそこに本当の幸せがないかっていうお話をしたいんだけど、私たち人間ってすっごい大切なことを伝えられてなくて、言葉は聞いたことあるんだけど、多分ねみんな。それってハートが何であるか。ハートの存在の偉大さ。ここに全然焦点が当てられていない。ハートってその内臓としても捉えられているわけではなく、目に見えるわけでもなくて、ハートさえもスピリチュアルだみたいな、信じるか信じないかみたいなことで片付けられてしまっているんですけれど、私たち人間っていうのは、本来ハートで物事を見て、ハートで決断しているんですよ。これはいいことだ。自分にとっていいことだ。これは自分にとってすごく幸せだとか、これは幸せでないとか。で、なんなら、このハートっていうのは、未来の自分さえも見ることができるんだよね。っていうのは、その、ハートってスピリットのブレインっていうか、脳みそ的な役割をしているので、スピリットって、現在と過去と未来、この3つを同時に生きているから、未来の自分も今現在の自分も同時に見ているってことなのよね。で、現在の自分が、なんかその間違ったことを選択しようとすると、ハートはピピピピピピみたいな、良くない、それ間違ってますとか言って、シグナルを出してくれてたりするんだけど、人間ってさ、すごく面白い習性があって、割と多くの人がしている決断の方に流れやすい。たくさんの人がやってる。みんながやってることだからやった方がいいんだろうな、みたいな。逆に少数派の人がやっていることって危険な匂いがするなっていうサバイバル能力を持っているんだよね。で、それっていうのはやっぱり少数派になると孤立してしまって生き延びる確率っていうのが減っちゃうから、動物的な習性みたいな感じで集団になびこうとする。
そういうなんかサバイバルの能力っていうのがついてると思うんだけど、だから動画作ったことあると思うんだけどさ、皆さん自分の周りの人を見てください。よく似た生活スタイルになってませんかみたいな。それでよく似た生活をしていると思っていたお友達が突然、私海外で子育てするとか言ってビューンとかどっか行っちゃったりすると、うーってなんか胸をこう刺されるような気持ちになるとか、なんかざわざわするみたいなで、私たち一緒だと思ってたのにみたいなことが起こるんですよね。例えばそれが芸能人とかであったとして、自分と全く関係ないじゃん、芸能人とか友達でもなければ。なのにやっぱ目に入ってくると、その人たちが自分とは違った生活をするといいってなったりとかっていうリアクションになるのは、こう人間の習性の中にあるんだよね、その答えっていうか。生き延びるためのものなんだけれど、果たしてその大勢の人が選択していることが自分にとっていいことの場合であればそれでいいんだけど、そうじゃないことっていうのが往々にあるよね。例えばだけど、私たち小さい頃って牛乳をたくさん飲みなさいって言われてきたと思うんだよね。学校の給食にも牛乳がついてたり、お水飲みたいなと思ってんのに牛乳みたいな。日本のご飯に合わないなって思いながら牛乳を飲むっていうことを結構強制されてきたと思うんですよね。その理由ってカルシウムが取れますからみたいな、骨太で元気な子に育つから牛乳を飲まないとってすっごく言われてきたと思うんですけど、なぜか最近牛乳を飲めば飲むほどカルシウムがなくなりますって言われ始めてるんだよね。もうイギリスなんかだとだから牛乳立ちする人がすごくたくさんいて、もうカフェなんかでもうアーモンドミルク、ココナッツミルク、オートミルクみたいなのをたくさん用意しておかないと、普通の牛乳のラテなんかを頼む人が減ってきたっていう、私たちが子供の頃に飲まされた牛乳、あれはどうしてくれるんだみたいな話じゃないですか。これとかも実は私たちのハートはちゃんと知ってるんです。これ良くないよ、体に良くない、やめといた方がいいよとか、飲みたくないとか、ずっと私たちに伝えてくれてたはずなんですよ。その声をとにかく無視して、みんながやることをやることが賢い子なんですよっていう風に、ずっと私たち教育されてきて、ましてや、ハートを学ぶ時間なんて、授業の中に一回もなかったじゃないですか。私がこの仕事をする上でもうハートなしには何にも成り立たないんですよ。私はハートという存在を知ったその日から人生が180度ひっくり返ったんですね。ハートが見ている世界にもう腰を抜かしたって感じ。全部見てたじゃん。全部知ってたじゃん。全部答え自分の中にあったじゃんって。このハートを見えなくしてきたの誰ってなった時に自分のマインドだったんですよね。このマインドっていうのが本当の自分だって信じ込んできた私なんですけど、これが見事に嘘だし、嘘の情報をどんどんこう刷り込まれてたのもマインドだった。けどハートは常に私に真実を伝えてくれていたし、ハートってそのスピリットのブレインだから私そのものじゃんってなったわけですね。なのでハートを通して人を見ると、その人のいろんなことが見えてくる。過去、未来はあんまり読まないようにはしていますけれども、なぜその人が真に幸せに生きられていないのかとか、いろんなその人の不幸になっている原因なんかも全部読み取れるんだよね。マインドの私で見ると全然見えてこないから、単なる友達とお茶してる時の会話みたいになると思うんだけど、ハートを通してクライアントを見ると全部透けて見える。で、ハートってそういう能力があるわけだよね。それを誰もこの世でそんなに大切な存在だと伝えていないし、なんならもうそんなものなかったことにしようみたいになっているから、私たちはどうなってるかっていうと、大勢の人がやることをやることが正しいという嘘の教えの中に生きなきゃいけなくなるんだけど、それって間違っていることもたくさんあるから、そうするとハートはさ、ずっと私たちに嫌だよ、苦しいよって言ってきてるわけだよね。そうするとなんか心がね、埋まらない感覚っていうのだけがどうしても残るんですよ。で、埋まらないからこれを埋めるためにとか言って、また外側に何かそれを埋める方法を探すんだけど、一向に埋まらない。その理由っていうのは、ハートの声をちゃんと聞いてあげてないから
なんだよ。なんかモヤモヤする、なんか埋まらないぽっかりした感覚、寂しさ、虚しさだけはわかるんだけど、それが何なのかがわからない。多分新しい車を買えばいいんだと思うとかね。新しい地域に引っ越すことだと思うみたいな風に外側にその感覚を埋めようっていうものを探してしまうんだけど、ハートは私たちに全部教えてくれてる。てかハートが私たちの本来の脳なんだよ。ハートの声を聞かないでいると、ハートはどんどん、もっと私の声を聞いてよって、これが本当のあなたでしょって、スピリットの声そのものだよっていう風に、私たちにサインを出すんですよ。で、そのサインっていうのは、虚無感だったり、孤独感だったり、埋まらない何かなんだよね。愛が欲しいみたいな、そういう感覚でハートって伝えてきてくれるわけなんですよね。で、それでもその虚無感とか孤独感とかそういうものを無視して、どんどん外側の出来事を変える方向に走ると、今度は体とか心に病気を作るっていう、そういうところまで発展してしまうんですよね。なんで早くハートの声に気づけるような自分。で、みんなハートはあるんだよ。イコールにハートの能力っていうのはみんな持っていて、なんだけど、そのハートの声を聞く耳っていうのが実は育っていない。で、耳っていうのは、この耳でハートの声を聞くんじゃないんだよね。この耳に聞こえてくるのはマインドなんだよ。この耳でキャッチするものはマインドに届くもの。ここでハートの声とかって思って聞いても何にも聞こえてこない。エネルギーをキャッチする。周波数をキャッチするのがハートなんで、その周波数を読み取れるようになる能力なんだけど、ハートはずっとキャッチしてるからね。周波数、波動が高いとか低いとかそういうのずっとキャッチしてるから、それが読めるように、聞こえるようになると、ハートの声が聞こえてきているっていうことなんだけど、圧倒的にそのハートの声に耳を傾ける、この耳を育てる時間が圧倒的に少ない。だから聞こえてこないんだよね。本当に小さい頃からそういう訓練の時間をね、与えてもらってたりとかすると、全然今私たち違った世界の中に生きてたと思うんだけど、やっぱりその漢字をね、よりたくさん覚えるだとか、数学で掛け算が早くできる人とかがどんどん評価されて、どうしてもそれで評価される人がいい大学に行って、いい仕事に就いていいお給料をもらうから、そういう人たちにならなきゃいけないんだ。後に継げ、みたいな感じで、親もそこの脳を育てることに必死になると思うんだよね。要するに暗記力っていうか、アカデミックな能力を育てるところに行くんですけれど、すごく大切なことは、それはそのスピリットが本当にやりたいことなのかどうかっていう質問を誰もせずにここまで来てしまった。私たちの生き方は全てハートが知ってるから、誰の言うことも聞かなくても、私たちは安全に本来は生きたいように生きられる。それで、自由奔放はちゃめちゃでめっちゃわがままになるんじゃないですかとか言う人いるんですけど、そっちの方が全然人に思いやりを持つことができて、なんなら世界の調和が、すべての人がハートで生きた方が調和が取れる。っていうのは、私たちはハートとハートでつながっているから、誰のことも害することなく、だけど誰よりも自分らしく生きるっていうことが本当はできるんですよ。スピリチュアルを信じるか信じないかみたいなね、会話が繰り広げられる時があると思うんですけど、本当はね、そんなこと言ってる場合じゃなくて、私たちはすごく大切なことを忘れている。それは本来の自分がどういう生き物なのかっていうことなんだよね。体の作りだったり、脳の作りだったり、マインド、心の仕組みとか、そういったこと。本来はハートが全て先に来る。ハートが私たちに何をすべきかって伝える。そのハートの感覚に従って動いていれば、全てうまく辻褄が合う。ハートが人生を作るっていうのが真の世界の話なんですよ。ハートの声にちゃんと従って生きる。つまりは自分の本当の声に正直に生きる。これっ
って他にない真の自分への愛なんですよ。これ以上に自分を愛することってできないのね。だからハートの声を聞かないでいる限りは、本当の意味で自分に120点満点の愛を与えられているとは言えない。何か欠けてる。なんか孤独。なんかもっと人とつながりたい。何なんだろうこれはっていう感覚が残る。で、この感覚が残れば残るほど、なんか私たち人っていうのはその外側に何か満たすものを見つける、追いかけてしまうんだよね。これが余計人を虚しくさせる。やってもやってもやっても終わらない、終わりのないマラソンに参加するみたいな感じになってしまうんですよね。そのハートの声にちゃんと耳を傾けられる、その本当の意味の耳っていうのを育てなきゃいけないんですけれど、時間はかかると思います。今日明日でなんとかなるものではないと思う。それは今日明日で1200個の漢字が頭に入らないのと同じで、難しい掛け算がいきなり急にできるようにならないのと同じで、ずっとこう訓練するじゃないですか。小学校に上がった頃から何回も何回も練習して。ハートの声を聞くっていうのも実は同じなんですよ。そのくらい時間をちゃんと費やさないと、使ってない筋肉を使い始めるっていうのと同じで、筋肉も使わないとどんどん小さくなっていくわけですよね。それと一緒で、そのハートの声を聞くっていう感覚ももう死んでしまってる感じなんだよね、今ね。もうほぼ聞こえませんみたいなとこまで私たち人間来てしまっているので、それがちゃんと聞こえるようになるには、それなりに時間はかかると思います。例えば瞑想とかっていうのも、それをやっているわけですよね。自分のマインドの声を無視して、ハートの声が聞こえるようにっていうのを瞑想でやってるんだと私は思ってて、でいつの日かクリアにこれがハートかみたいな、これはマインドじゃんとかっていうのが完全にわかるようになるんだよね。でそこに行くまでこう修行する、訓練する、ずっと座ってただただマインドの声を永遠に聞くんだけど、聞いて流して聞いて流して聞いて流してっていうのをやってると、下から本当の声が上がってくる、上がってきてたことに気づくっていうことなんだよね。私のこの仕事は、例えばそのハートの存在を知ったことで、もう人生が本当に180度ひっくり返ったんだよね。ハートの存在に気づいて腰が抜けたって感じなんだよ。全部知ってたじゃんって。全部答えここにあったじゃんって。ハートがずっと教えてくれてたじゃんって。それをマインドが邪魔してたじゃんっていうことが分かってしまったので、今の仕事が成り立っているんですよ。ハートで自分以外の人のことを見てあげられる。これがなんかサイキックって呼んでくれるんだけど、果たしてサイキックなのか。みんなハートに気づいてみんな同じように見えるよって思ってるんだけど、それくらいハートのね、能力はすごく偉大で、なぜ私たちここまで誰にも伝えられずに来たのかというただただ疑問が残るんですけれども、そんなことを言って嘆いていても別に幸せにはならないので、気づいた人はさっさとそのハートの声が聞けるトレーニングに入った方が良いと私は思います。一番身近なものであれば瞑想だったり、ハートの声を聞くものがそんなにたくさんあるかどうかはわからないですけれど、やろうと思えばその必要な情報はきっと集まってくるだろうし、少しだけ時間はかかるかもしれないんですけれど、ハートの声が聞けない、つまり本当の自分が何だかわからないという大変危険な状態にあるということは理解した方が良いというのが今日の大切なお話でした。今日の動画が役に立ったと思う方はぜひびっくりでチャンネル登録もお願いします。また会いましょう。バイバイ。